こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回はあら ?2 モデル同時レビューなのね。ブロン HBB-Z300 とトリポインピッコロね。メーカー違うのに同時レビューなのはなぜかな？別々に制作する準備をしてる段階で価格とかドライバー構成とかボディ素材とか共通点が多い気がして、音質の違いが分かれば2モデルで迷った時の参考になるかなと思って同時レビューにしたんだよ。ああ、そうなのね。一本一本作るのがめんどくさくなったのかと思ったけど、違うのね。ジャックさんがそんなことするわけないでしょ。まあ、体力的に限界に来てるっていうのはあるけどね。じゃあ、早速見ていこうか。はいはい。まず手元にあるモデル限定ですが、ブロンの今までのモデルをちょっと見てみましょうか。そうだね。ブロンの印象は、デザインが変わったものが多い。AA とプロメテウスなんか最強クラスに変わったデザイン。BL ミニもインパクトあるよね。あまり高額モデルは出してる印象がなく、2000から5000円台がメイン。AA とプロメテウスが1万ぐらい。低域が強めのモデルが多い印象。次はトリポウインのモデル。こちらはあまり手元にないんだけど、今となってはさほどでもないけど、発売当初はリアーのコスパに驚いた記憶がある。それがきっかけで HBB オリーノを買ってみてすごく気に入った。ドンバスは案外正統派のドンシャリだった。トリポウインもあまり高額モデルはなく、1万5000円ぐらいまでのモデル構成。すべて過去動画でレビューしていますので、興味あったらチェックしてみてください。はい、価格はどちらも35ドル。地球の男は35億ってネタ思い出しちゃったよ。結構古いわね。今日のレートが1ドル137円台だから4800円ぐらい。Amazon では上記の価格。どちらもちょっと背伸びしたエントリーモデルという位置づけのようね。Z300 はブロンの今までのデザインからちょっと変化した感じで普通っぽい。フェイスプレートに竜が描かれてる。7個集めて願いを叶えてもらおうかな。それ買って集めるもんじゃないから。でもモデル名がナメック星人じゃん。ああピッコロってピッコロには竜描かれてないから。モデル名とフェイスプレートごちゃ混ぜにしないでよ。あ、そっかそっか。残念。今度はギター侍。両メーカーのモデルを振り返ったからといってネタまで振り返らなくていいのに。ミミーちゃん何歳なのよ。300歳。妖精としては若いんだから。江戸時代から知ってるのね。すごー。はい、次行くよ。Z300 はゴールドブラック。ピッコロはシルバーとブラックのカラバリ。どちらもいい感じ。さらにどちらも金属ボディで硬さは実測 10g 超えてて重みを感じます。厚みは標準的でリアーフィンの突起もないので装着で困ることはないでしょう。Z300 はドライバーが 10mm のダイナミックタイプでシリコンダイヤフラム。ピッコロは 11mm のダイナミックタイプで LCP ダイヤフラム。合計 1mm の差は特に感じなかったかな。音量差は 3.3dB ほどピッコロの方が大きく、聞いてすぐ差がわかるレベル。サウンドチェックはもちろんこの2モデルですよね。そうだよ。イヤピはムーンブロップスプリングピップス。ケーブルはそれぞれの付属ケーブルを使用。どちらもレビュー対象モデルなので、音質調整は2つの波形を出して中間を出したものを基準とするよ。はい、了解です。ではサウンドチェックです。音量上がります。
調整の基準を2モデルの中間に設定したのが良かったみたいですね。どちらかを基準にしちゃうともう一方が極端な聞こえ方になっちゃうからね。実験的にやってみたけどいい結果だったように思うね。空間表現はマイクで拾えないけど特性の違いは拾えてたからね。イヤピがスプリングティップスだったのはどうして？これを見てもらおうかな。まず Z300 ね。バンドルイヤピを装着した波形なんだけど Z300 は低域に比べこの帯域がちょっと弱く感じたんだよね。で、イヤピで調整できるこの辺りがもう少し出るものをいくつか選んでみた。候補は3つあったけど15キロあたりのピークと装着感を考慮してスプリングティップスにしてみた。次はピッコロね。こっちは低域とのバランスというより8キロあたりの小域がもうちょっと欲しかったのね。でも8キロを伸ばせるようなイヤピはなかったから6キロあたりの減衰を抑えられるものを候補にしてみたけど Z300 でスプリングティップスをチョイスしていることもあったんでそれに合わせたってわけ。これはあくまで主観で一例でこれじゃなきゃダメってことじゃないからね。そういうことなのね。事前にいろいろ試してみてるんだ。だから時間かかるんですよね。まあね。というわけで今度はスプリングティップスを装着した2モデルの比較波形ね。主に中高域と小域の出方に違いがあるよね。2モデルあるんで帯域ごとに区切って比較した印象をまとめたから Z300 とピッコロに分かれて読んでくれる？はいはい。では Z300 から低域。何度聞いてもツーンと沈み込む感じの低域は印象的で他の帯域に被るほどではなく心地よい。無線化して外で使用した際このぐらいの量感がちょうど良かった。中高域の出方との兼ね合いでキックやベースラインはもう少し量感以外のアタック感があればと思う。ピッコロ低域 Z300 より若干弱めで中域の減衰が少なめなこともあって波形で見るより低域は目立たない。中低域から中域の存在感があるので低域全体としては結構濃密に感じる。ドンシャリには感じない。量感とアタック感のバランスが絶妙。Z300 ほどの量感ではないがこのぐらいで十分な気がする。Z300 中域 200Hz 付近からピンクノイズの基準ラインを割り込み戻ってくるのが 2km 付近なのは標準的に見えるけどそこから 6km 付近まで平坦な感じなのでその分低域が目立つ。ピッコロ中域中高域を出しているので中域の減衰からの立ち上がりは早め。減衰自体もとても少なめなので中域は濃密。好き嫌いの分かれるところか。Z300 中高域メロディー空間メロディー空間が少し空いた感じに聞こえる。左右に定位しているバッキングが広がりを持って聞こえる。空間そのものは広いが低域の占める割合が大きめ。ピッコロ中高域メロディー空間メロディー空間は密に聞こえる。左右に定位しているバッキングがよりはっきり近めに聞こえる。空間そのものは広く感じずっと聞いていられそう。この聞こえ方の違いは1キロから5キロまでの出方の差分でしょうね。Z300 広域リズム刻みハイハットシンバルは程よく前に出て刻みを感じられる。デスキス刺さらずでもしっかり抜けてくる。中広域が控えめなため広域全体としてはやや暗め。ピッコロ広域リズム刻みハイハットシンバルは奥へ引っ込んだ感じで刻みの雰囲気は弱い。広域控えめなため抜けが今一つ。6キロから8キロ付近がもうちょっと出てくれればパーフェクト。はい、最後にトータルの印象ね。 Z300 トータルプロンの今までのモデルの中では低域はやや控えめだがそれでもやや低域寄りなバランス。最近の KZ、ZVX や D5 のスイッチがデフォルト状態あるいは PR2 の低域に比べると量感はありプロンの今までのチューニングを受け継ぎつつバランスもかなり考慮した印象。 HBB さんは KZPR2 では中高域を出すチューニングだったけどこのコラボでのチューニングはガラッと雰囲気を変えてきてるなぁと思った。ダイナミックドライバーモデルらしい滑らかな鳴り方。中高域をやや抑え空間に余裕を持って聴ける。メロディーだけでなく低域の量感も堪能できる。ベースヘッド寄りな人は Z300 の選択でハッピー。ピッコロトータル Z300 に比べメロディー空間の中高域を出すチューニング。音が近めで力強く濃密。中高域は Z300 と比べると出ているように見えるが俯瞰で見れば突出しているわけではなく程よい印象。聞き込んでいくとだんだん空間が広く感じられるようになる。ダイナミックドライバーモデルらしい滑らかな鳴り方プラスパワフルさもある。中高域主体の小域で広域を作りメロディー中心かつ近めのサウンドが必要ならピッコロを選択でハッピー。聞き比べると個人的にはピッコロの方が印象がいいかな。はい、お二人さんありがとう。こまごま印象を語ってしまいましたが波形も見ながら聞いていただければより特徴はつかみやすいかと思います。どちらの仕上がりもいいと思います。どちらか一つを選択するなら私はピッコロですが僅差ですし優劣ではなく好みの問題なので購入を検討される際の参考になれば幸いです。ということでブロンと HBB のコラボモデル Z300 とトリポインピッコロのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。